マーカスは、目が覚めた時、最初に感じたのは、光ではなかった。それは、ある種の、重さだった。2026年5月、ニュージーランド、オークランド沖の海岸で、一人の男性が冷たい海に沈んだ。心臓が、止まった。呼吸が、消えた。18分間、医療の世界では、それは、死、と呼ばれる時間だ。駆けつけた救急隊員が男性を引き上げたとき、その体はすでに冷え切っていた。脈はない。瞳孔は開ききっていた。蘇生処置が始まった。1回、2回、3回、胸骨を押すたびに誰かが祈るように数を数えた。それでも男性は動かなかった。モニターの波形は平坦なままだった。脳波はゼロ。医師たちは顔を見合わせた。もう時間だ。そう誰かがつぶやきかけた。その瞬間だった。かすかに指が動いた。病院に搬送され、集中治療室に運び込まれた男性は、数時間後、ゆっくりと目を開いた。そして、最初に口にした言葉は、自分の名前でも、痛みの訴えでもなかった。それは、誰も聞いたことのない、ある、名前、だった。看護師は、その瞬間のことを後にこう語っている。彼は、まるで遠い場所から戻ってきたかのような目をしていた。落ち着いていて、怯えてもいなかった。ただ、確信に満ちた顔で、その名を口にした。と、その名前は、1880年代のロンドンに実在した人物のものだった。30代のニュージーランド人男性が、なぜ、自分が生まれる100年以上も前のロンドンの名前を知っていたのか。なぜ、当時の街並みや服装を、まるで自分の目で見てきたように語れたのか。医師たちは、首をかしげた。この話には、まだ続きがある。男性が海に落ちた。あの朝、実は、その日の数時間前から、彼をめぐる奇妙な出来事が積み重なっていた。その名前は、1880年代のロンドンに実在した人物のものだった。30代のニュージーランド人男性が、なぜ、自分が生まれる100年以上も前のロンドンの名前を知っていたのか。なぜ、当時の街並みや服装を、まるで自分の目で見てきたように語れたのか。医師たちは、首をかしげた。この話には、まだ続きがある。男性が海に落ちた。あの朝、実は、その日の数時間前から、彼をめぐる奇妙な出来事が積み重なっていた。男性の名前は、マーカス・レイン、オークランド在住の37歳。普段は、港近くの倉庫会社で働く、ごく普通の男性だった。特別な趣味もなく、読書が好きで、歴史にはむしろ疎いと、友人たちは口を揃えている。歴史なんて、学校でも苦手だったって、笑ってたよ。そう語るのは、幼馴染の J. コリンズだ。マーカスとは、20年以上の付き合いがある。事故の前日、マーカスは仕事終わりに J と食事をしていた。その席で、マーカスは妙なことを口にした。なんか最近、夢が変なんだよ。J は、最初は聞き流した。だが、マーカスの表情が、いつもと違った。石畳の道、馬車の音、霧、それが毎晩続くんだ。J は、冗談だと思った。マーカスはそういうタイプではなかったが、深く考えなかった。事故当日の朝、2026年5月17日、空は、どんよりと曇っていた。オークランドの海沿いは、早朝から冷たい風が吹いていた。マーカスはいつも通り一人で海岸を散歩する習慣があった。午前6時14分、堤防の端で足を滑らせた。誰もいなかった。冷たい海水が一瞬で体を包んだ。波は高くなかったが、岩肌に激しく体を打ちつけた。意識はすぐに遠のいた。発見されたのは18分後、たまたま通りかかった早朝ランナーが、海面に浮かぶ人影を見つけた。救急隊員が到着した時、マーカスの心拍は止まっていた。脳波は
0だった。医療記録には、こう残されている。心停止18分。臨床的死亡状態。蘇生処置を継続。その場にいた救急隊員は、後にこう証言した。正直、もう戻らないと思っていた。だが、マーカスは、戻ってきた。そして、目を開けた瞬間に発した言葉が、医師たちの常識を静かに揺るがした。意識が戻った時、彼の魂は、どこにいたのか。意識が消えた。マーカスは後に、こう語っている。痛みは、なかった。ただ、すっと、抜けていく感覚があった。体が、海の底へ沈んでいく。冷たい水が、全身を包んでいる。それなのに、彼は、どこか、遠くから、自分を見ていた。波に揺れる自分の体を、上から眺めていた。医療的に言えば、これは、体外離脱体験、と呼ばれる現象だ。心停止の直後に、一定の割合で報告される。だが、マーカスの体験は、そこで終わらなかった。視界が、変わった。海が、消えた。空の色が、変わった。彼が次に、見た、のは、ニュージーランドの空ではなかった。灰色の空、石畳の道、馬車の音、霧の中に、見知らぬ街が広がっていた。マーカスはその瞬間を、こう表現している。夢とは、違った。すべてが、リアルだった。匂いがあった。音があった。足の裏に、石畳の感触があった。搬送先の病院では、医師たちが蘇生処置を続けていた。AED が使われた。心臓マッサージが繰り返された。心電図は、平坦なままだった。脳波を計測する機器は、0を示し続けていた。医学的には、意識は存在しないはずだった。記憶を形成する、神経活動すら、止まっていたはずだった。それでも、彼の、どこか、は、動いていた、見ていた、感じていた、記憶していた。担当した神経科医は、後にこう述べている。脳波がゼロの状態で、詳細な記憶が形成されるという事実は、現在の神経科学では、説明できない。マーカスが見た街には、名前があった。人々には、顔があった。自分には、別の名前があった。別の手があった。別の人生があった。彼は、1880年代のロンドンの路地に、立っていた。そして、その人生の、終わり、が、近づいていた。次の瞬間、彼が目にしたのは、光だった。暗闇の中を貫く、一本の白い光。その先に、何かがあった。マーカスは、引き寄せられていった。意識が戻る直前、彼は何を見たのか。あの光の先に、何があったのか。光が、あった。暗闇の奥から、一筋の白い光が、まっすぐに伸びていた。マーカスは、気づいていた。自分の体が、どこにもない。足がない。手がない。重さがない。それでも、彼は確かに、そこに、いた。光の中へ、引き寄せられるように、意識が動いた。恐怖はなかった。ただ、静かな、恐ろしいほどの静寂があった。トンネルだった。壁があるわけではない。けれど、光へと続く、細長い道がある。そう感じた。1880年代のロンドンの記憶が、まだ皮膚の裏に張り付いていた。あの路地の冷たさ、石畳の匂い、そして、死の予感、すべてが、薄れていった。光に近づくにつれ、重さが消えた。時間が消えた。名前さえも、消えていった。マーカスという名前も、あの時代の別の名も、ただ、光だけが残った。そして、彼は、見た、輪郭があった。人の、輪郭が、光の手前に、誰かが立っていた。小柄な影、マーカスには、見覚えがあった。いや、マーカス、ではない。あの時代の、別の自分が知っている人だった。女性だった。老いた顔で、しかし穏やかに、微笑んでいた。マーカスは、思い出した。
1880年代のロンドンで、その人生の中で、最も早く行った人、幼い頃に失った、母だった。言葉はなかった。ただ、手が差し伸べられた。マーカスは、一歩、踏み出した。もう一歩。光が、眩しくなった。眩しいのに、痛くなかった。暖かかった。海の冷たさとは、真逆のぬくもりが、意識を包んだ。涙が、出た。体がないのに、涙が出た。あと、少し、手が、届く。指先が、触れる。電流が、走った。胸に、衝撃が来た。ぬくもりが、引き裂かれた。光が、遠のいた。女性の輪郭が、霞んだ。マーカスは、引っ張られた。光の外へ。暖かさの外へ。冷たい。重い。痛みの世界へ。海岸の砂が、背中にあった。マーカスは、目を開けた。空が、灰色だった。誰かが叫んでいた。彼の名を呼んでいた。しかし、彼の頭の中には、まだあの女性の微笑みが残っていた。次の瞬間、彼は気づいた。あの場所と、この場所の間に、何かが、ある。マーカスは、動けなかった。背中に砂の冷たさを感じた。肺が、焼けるように傷んだ。呼吸するたびに、海水が喉を刺した。けれど、彼の意識は、まだあちら側に残っていた。教会。それは、場所ではなかった。光でも、闇でもなかった。強いて言うなら、選択の、息吹だった。あの女性の微笑みが、まだまぶたの裏に焼き付いていた。霧の中に立っていた彼女。名を呼んでいた彼女。ぬくもりに満ちた。あの場所。マーカスは、戻りたかった。全細胞が、そう叫んでいた。けれど、何かが、引き止めた。見えない糸が、胸の奥から伸びていた。それは痛みではなかった。義務でも、恐怖でもなかった。もっと静かな、もっと深いところにある、つながりの感覚だった。誰かの声が、遠くから聞こえた。マーカス、マーカス。聞こえるか。声は、波のように押し寄せた。冷たい現実が、少しずつ輪郭を取り戻した。砂の感触、潮の匂い、灰色の空、すべてが、ゆっくりと、鮮明になっていった。あちら側では、時間が違った。後にマーカスは語っている。あの教会にいた間、自分は一つの問いを突きつけられた。と、言葉ではなかった。映像でも、音でもなかった。ただ、気配として、戻るか、という問いが、存在していた。それに対して、彼は答えを出した。どうやって答えたのか、彼自身にもわからなかった。意志だったのか、本能だったのか。ただ、何かが、決まった。その瞬間、ぬくもりが引き裂かれ、光が遠のいた。教会は、閉じた。砂浜に戻ったマーカスの瞳は、しかし、完全には戻っていなかった。目は開いていた。呼吸もあった。救助隊員が名を呼ぶ声も聞こえていた。けれど彼の意識の深部には、まだあの場所の残像が揺れていた。1880年代のロンドン。霧の路地。石畳の感触。そして、あの女性の声。それらは、夢ではなかった。記憶。だった。すべての経験が、一瞬にして、走馬灯のように、展開され始めた。走馬灯。という言葉がある。死の間際に、人はそれまでの人生を一瞬で見渡すという。マーカスが経験したのは、しかし、それとは異なるものだった。彼が見たのは、自分のものではない、人生だった。砂浜に横たわったまま、彼の意識の奥で、映像が流れ始めた。霧の中の路地、石畳を踏む革靴の音、ランプの灯り、そして、暖かい台所の匂い、パンを焼く香り、石炭の煙、雨に濡れた街灯、それらは断片ではなかった。一つの人生だった。朝、目を覚ます。窓の外に広がるロンドンの空、灰色の雲の隙間から薄い日が差し込む。誰かが名を呼ぶ。
聞き慣れた声、愛しい声、その人の顔が、はっきりと、見えた。マーカスは、その人を知らない。名前も、関係も、何も知らない。それでも、胸の奥が、締め付けられた。懐かしい、という感覚だった。理屈ではなく、魂が、覚えていた。映像は続いた。四条の喧騒、子供たちの笑い声、石橋の上から見下ろすテムズ川、黒い水面に映る、街の灯り、その川のほとりで、誰かと肩を並べて立っていた。言葉は交わさなかった。ただ、そこにいることが、十分だった。それが、生きるということだった。次の映像は、静かだった。置いた手が、小さな手を握る。子供の手は、暖かくて、柔らかかった。その感触が、今でも残っているような気がした。マーカスの目から、涙が一筋、流れた。救助隊員が気づいて、声をかけた。大丈夫かと、彼には、答えられなかった。大丈夫という言葉が、あまりにも小さく思えた。彼が今、目にしているものは、一つの命のすべてだったから、喜びも、悲しみも、後悔も、愛も、すべてが、波のように押し寄せてきた。そして最後の場面で、映像は止まった。薄暗い部屋、白いシーツ、開いた窓から入る風、誰かの手が、そっと、額に触れる。それは、別れだった。穏やかな、静かな、別れだった。恐怖はなかった。痛みもなかった。ただ、満ちていた。その人生は、確かに、生きられた。マーカスは、それを知った。そして同時に、気づいた。自分がまだ、こちら側にいることを、呼吸がある。心臓が打っている。砂が、体の下にある。波の音が、遠くに聞こえる。走馬灯は、閉じた。しかし、その余韻は消えなかった。彼の中に、何かが残った。それは記憶ではなく、感覚だった。生きることの、重さと、温かさ。次の瞬間、マーカスは、ゆっくりと、目を開けた。目が、開いた。灰色の空が、視界に広がった。マーカスは、瞬きをした。光が、痛かった。息が、できた。胸が、震えた。砂の感触が、背中に伝わってくる。冷たく、硬く、確かな現実として、呼吸がある。誰かが、叫んだ。心拍、戻ってます。別の声が、重なった。慌ただしい足音が、近づいてくる。制服を着た救急隊員が、マーカスの顔を覗き込んだ。聞こえますか？その声は、遠く聞こえた。まるで、水の底から浮かび上がるように、マーカスは、口を動かした。言葉にならなかった。それでも、唇が、動いた。エリザ、隊員たちは、顔を見合わせた。誰もが、その名前を知らなかった。それは、英語でも、マオリ語でも、意味を持つ言葉ではなかった。ただ、名前だった。どこか遠い時代の、女の名前。医療記録には、後にこう記されている。患者は、心肺蘇生開始から18分後に自発呼吸を再開。意識回復直後の発語は、家族には聞き慣れない固有名詞であった。搬送先の病院で、マーカスは、ストレッチャーの上に横たわっていた。天井の照明が、白く、眩しかった。医師が、動向を確認した。看護師が、脈を測った。数値は、安定していた。しかし、誰一人として、彼の表情を、安定しているとは言えなかった。その目は、どこか遠くを見ていた。この部屋ではない。どこかを、何が見えましたか？担当医が、静かに問いかけた。マーカスは、ゆっくりと、医師に視線を向けた。ロンドンが、見えました。沈黙が、落ちた。霧の中の、石畳の道。ガス灯の光。自分のものではない。手が見えました。医師は、メモを取り始めた。それは、夢でしたか？夢ではありませんでした。マーカスは、静かに、
しかし確信を持って答えた。私は、そこで、死にました。病室の外では、波の音は聞こえなかった。それでも、マーカスの耳の奥に、まだ、あの時代の音が、残っていた。馬蹄の音、石畳を叩く雨、そして、遠ざかっていく、女の声、帰還した体の中で、何かが、まだ、目を覚ましていた。それは、記憶と呼ぶには、あまりにも、生々しかった。マーカスの目が、最初に捉えたのは、妻の顔だった。涙で濡れた方、震える唇。彼女は、何も言わなかった。ただ、夫の手を、強く握りしめた。そのぬくもりが、マーカスを、この時代へ、引き戻した。病院のベッドの上で、彼は、ゆっくりと、息を吸った。肺の中に、現代の空気が、満ちていった。それでも、何かが、違った。以前の自分と、今の自分が、同じ人間だという感覚が、どこか、薄れていた。退院から、数日が過ぎた。マーカスは、台所に立つことが、できなくなった。包丁を手にするたびに、指の感覚が、あの時代の記憶と、重なった。革手袋をはめ立て、石畳の冷たさ、食事の匂いさえ、1880年代のロンドンを呼び起こした。妻のソフィアは、最初、夫が精神的に壊れたのではないかと、恐れた。彼女は、担当医に電話をかけた。声が、震えていた。夫が、まるで別の人みたいなんです。医師は、静かに答えた。それは、珍しいことではありません。臨死体験の後、人格が変化するケースは、医学的にも記録されている。価値観が変わる。恐怖心が消える。あるいは、感情の種類そのものが変容する。マーカスの場合は、特別だった。彼は、怒りを失った。以前の彼は、些細なことで苛立つ男だった。渋滞、締め切り、隣人の物音、それが、すべて、消えた。娘が牛乳をこぼしても、彼は、ただ、微笑んだ。大丈夫。拭けばいい。娘は、父親の顔を、不思議そうに見つめた。7歳の子供にも、何かが、伝わったのだろう。パパ、変わったね。と、彼女は言った。前より、優しくなった。マーカスは、その言葉を聞いて、目を細めた。優しくなったのではない。と、彼は思った。ただ、何が大切で、何がそうでないかを知ってしまったのだ。死の向こう側を一度見てきた者には、日常の摩擦がもはや意味を持たなかった。それは悟りではなかった。むしろ喪失に近かった。以前の感情がどこかへ置いてきたものとして感じられた。友人たちは口を揃えた。お前が生きていてよかった。しかし、マーカスはその言葉に以前ほど答えられなかった。生きているということの意味が変わってしまったから。死は終わりではなかった。彼はそれを体で知っていた。記憶として、感覚として、疑いようのない事実として。科学はこの体験をどう説明するのか。霊性の世界は何というのか。次は両者が正面からぶつかる。科学はこの体験をどう切り取るのか。まず医学の立場から考えてみよう。心停止中の脳は酸素を失い、数秒で活動を停止する。18分間という時間は通常であれば脳細胞が不可逆的なダメージを受ける。遥かに超えた領域だ。脳波はゼロ、意識はない。記憶を作る機能も止まっている。では、なぜ記憶が存在するのか。科学者たちはいくつかの仮説を提示している。一つは、臨死体験は蘇生直後の脳の過活動によって生まれるというものだ。心臓が再び動き始めた瞬間、脳に酸素が戻る。その際、神経細胞が一斉に発火し、夢とも幻覚とも異なる
強烈なビジョンが生まれるという説明だ。記憶のように感じるのは脳が断片的な情報を物語として再構成するからだ。と、一方、量子脳理論という分野では、意識は脳の外に存在できるという可能性が真剣に議論されている。意識が量子レベルで時間や空間を超えて情報を保持するというこの考え方はまだ証明されていない。だが、規定もされていない永世の世界はより直接的に語る。魂は肉体の死を超えて次の生へと続く。前世の記憶は魂に刻まれた痕跡であり、ある条件が揃った時、蘇る。マーカスが体験したのは、まさにその瞬間だった。と、興味深いのは、世界各地で報告される臨死体験の中に、前世の記憶を含むものが一定の割合で存在するという事実だ。オランダの心臓専門医、ティム・ファン・ロンメルが言った大規模調査では、心停止患者の約 18% が何らかの意識体験を報告した。その中のいくつかは、現在の自分の生涯では説明できない知識や映像を含んでいた。科学は説明できないという。霊性は説明する必要はないという。どちらが正しいかという問いはおそらく正しい問いではない。大切なのはマーカスが体験したことは確かに起きたという事実だ。脳波がゼロの状態で彼は何かを見ていた、感じていた、知っていた。その体験が彼の中にあるメッセージを残した。次はその言葉に耳を傾ける番だ。マーカスは目が覚めた時、最初に感じたのは光ではなかった。静寂でもなかった。それはある種の重さだった。19世紀のロンドンで生きた誰かの人生の重さが自分の中にまだ残っていた。彼は言う。あの体験以来、死が怖くなくなった。その言葉は軽くない。18分間、心臓が止まっていた人間の言葉だ。脳波がゼロだった人間の言葉だ。彼が見たのは終わりではなかった。続きだった。別の時代に、別の体で、誰かが確かに生きていた。そして、その記憶が波を越えて彼の元へ届いた。なぜ彼だったのか。なぜあの海だったのか。なぜあの瞬間だったのか。答えはまだない。ただ、マーカスはこう語る。今この人生をもっと丁寧に生きようと思った。前の人生があったとすれば、今の人生もいつか誰かの記憶になる。その事実が彼を変えた。あなたは今この瞬間を生きている。その重さを感じているだろうか。死の淵で見えたものが生の意味を教えてくれる。それは矛盾ではない。むしろ最も純粋な形で生きることへの問いかけだ。マーカスの体験は特別ではないのかもしれない。ただ彼はそれを覚えていた。覚えて伝えることができた。私たちのほとんどは忘れている。でも深いところで何かを知っているのかもしれない。あなたが今夜眠りにつくとき、ほんの少しだけその問いを心に持ってほしい。私は何のためにここにいるのか。その答えは案外すぐそこにあるのかもしれない。